はい、大ちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いやー、今日はなんか目の前にこんなね立派なチェーンソーさんたちがたくさん並んでおりますね。そう3台。3台。はい。いつも使ってるやつですね。いつも使っているやつは500愛で、機種が違うと。機種が違う。今、現場で技能実習生が使ってるんです。あ、そうなんですね。はい。500愛はうちは3台ですかね。 500ワイ、はい。使いやすいんですね。これが使いやすいですね。はい。261がもう1個。そうなんですね。はいはい。で、今日は大ちゃんにですね、はい。チェーンソーのことではなくてですね、今日は大ちゃんが愛用しているこのスチールのチェーンソー、はい。どういうところが素晴らしいのかといったところをですね、聞いていこうと思っております。どうですか、スチール愛ありますか？スチールはですね、よくスチールとハスクバーナーが比べられるんですけど、どっちも海外の製品なんですけど、はい。ハスクはですね、はい。まあスピードでスピード。きる。馬力型ってことですね。ビャーンって高回転転で回してね。やる。で、こっちのスチールは、トルクで力できるような。トルク。ということはこれはもうあれですね。重機みたいな感じですね。そうそうそう。へえ、そんな違いがあるんですね。そうそう。なんでよく比較動画とかであるんですけど、同じ丸太を切るときに、同じ排気量で切ったときにやっぱハスクの方が早く回るんで、はい。ハスクの方が早く切れます。早く切れるのは向こうと。はいはい。で、僕がこれをなんでスチールばっか使ってって言うと、僕の中では壊れにくいっていう印象があります。壊れにくい。はい。力があるんで、うーん。木に負けないっていうか、やっぱそんな感じがある。やっぱトルクがあるっていうことなんですそうね。です。こう逆の向きに倒したいよって言った時に木の重心に、はい。その時にこっちの方が力があるんで、そういうところがすぐ噛み込まないというか、へえ。そんな感じはありますね。メーカーでも違うんですね。僕の印象ですけど。ちなみにですけれど、はい。このシールですね、はい。その他でもっと気に入っているところとか何かあったりするんですか？他のメーカーも使ってみてとか。このメーカーも使ってみて、そう、なんですかね、持った感じですかね。持った感じ。手に馴染むっていうか、よく切れる。よく切れる。大体使う人ならわかると思うんですけど。へえ、はいそうなんですね。そんな違いがあるんですね。ちなみになんですけれど、はい。チェーンソーのメーカーといってもたくさんあると思うんですよね。はいはい。先ほどハスクバーナー出てきましたけれど、はい他にもたくさんあると思うんですけど、大体何社ぐらいある？有名なとこ。ゼノは信大は共立ですかね。はい。へえ、そうなんですね。マオレンジみたいなやつは何のメーカー？あれはハスクバーナあれハスクバーナー。ー。ハスクバーナーがもうオレンジ。もうマオレンジよね。全部オレンジ。うん。そうなんですね。はい。じゃあ大体5社ぐらいが有名なところ。ハスクとスチールが海外で、信大和と共立は日本で、ゼノアがハスクに買収されてかなんかで、子会社化されてるみたいな。ゼノアは日本の会社なんです。へえ、あらららら、なんかあれですね、悲しい話ですね。そういうのがあるんですね。そうそう。大ちゃん、もうちょっと詳しい話がですね、聞きたいんですけれど、はい、今ざっくりしてるじゃないですか、話が。ざっくりしてますね。はい。はい。なんかもうちょっと詳しい話を聞きたいんですが、大ちゃんできます？お願いします。Google 先生に聞いてきました。1号さんがはい。代わりに解説ということで、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかスチールのチェーンソーは、はいなんか口コミとか見ると結構なんか壊れやすいみたいな、書いてたりするあ、そうなの？らしい。そうで、スチールのチェーンソーが壊れやすいっていうのは大きな誤解らしくて、なんかちゃんとメンテナンスすれば10年20年とか使える、なんか非常にこうタフな機械。やっぱそのメンテナンスのやり方が悪くて壊れるっていう人が多いらしい。で、他の人形屋さんもやっぱ壊れにくいっていうの。そうそう。で、故障原因ナンバーワンは古い燃料を使ってる。古い燃料を使っている。ガソリンって、はい、その混合燃料とからしくて、はいはい、使ってから1ヶ月すると劣化し始めて、そうですね。その劣化した燃料を使うとエンジンが詰まったり、キャブレターみたいなのが詰まったりして、エンジンの不調とかでなるらしいんですよ。だけど林業屋さんって毎日使うから、多分その使うことが多いから、やっぱ長期間使わないっていうことが多分なかなかない。だからその例えば家庭で使う時とかはやっぱこう燃料を抜いとくみたいな、そのチェーンオイルとか、そういうのもなんかこうしとくのがいいらしいですよ。まあそうでしょうね。だってガソリンとかそもそも腐ってね分離しちゃいますからね。でもやっぱ使う分だけ新しい混合燃料を作って、長期間使わない時は燃料を完全に抜き取るとかいうのをちゃんとするとか、あとなんかエアフィルターってどこにあるんだろう。エアフィルターですね。なんかそこのなんかこう詰まりとか、これが分かりやすいかな。これですね。はい。前掃除しましたもんね。そうでこれがやっぱ作業終わるたんびに掃除をしないと壊れるっていう。全然使ってない。1回しか使ってないですけど、こんぐらい詰まりますね。1回でこんなやっぱ詰まるんですね。だいぶね。一燃料。
結構なんか間に詰まってますもんね。そうそうまあそりゃそうですよね。うんだって粉は舞うし、おがくずいっぱい出るし。こうプロが使ってるとやっぱプロからはこう絶大な信頼があるメーカーらしいです。なんか毎日使っても全然大丈夫みたいな。おーすごいであとはなんかさっき言ってたけどパワーと軽さのバランスがいいらしい、そのしっくりくるみたいな感じのことをはいしてる、はいはっていう人が多い。長時間の作業でも疲れにくいとかいう口コミがあります、い。素晴らしい口コミですね。でもまあ普通に考えて低回転型だったらですね、そもそも壊れにくいはずですからね。普通にねいつも使わない人はまあ燃料抜き忘れて、あれと一緒ですよ。高圧洗浄機と一緒ですよ。あーはいはいはいあれもね水抜いとかないとそうですね、ピンがロックかかってね壊れちゃいますからねすぐ。うんうん、やっぱねこういう工具とかっていうものはやっぱそうですよ。実際ね車とかだって本当は長期間乗らないときはそうですね。抜いといた方がいいですからね。あガソリンオイルも乳化してね、はいなんかなんていうかクリームみたいになっちゃいますし、うんガソリンも分離してん色つけてあるんですよね、はいはい赤いので。であれが分離してカスになってうんそれが詰まっちゃったりするんですよ。なのでまあ当然っちゃ当然ですよ。まあ何事もねやっぱり愛情をかけてしっかりメンテナンスしてやると長く持ちますよね。はい、大ちゃんの相棒たちですね。うちの相棒で一番長いの何歳こっちに？8年。おおすごい。おお8年。 8年もなかった。おお現場に一応まだ現場でねちゃんと使えてるから普通にやっぱ動くんですね。うだって結構ねブワーンってぶん回して使いますからね。んうんすごいもんですよ。そう車とかバイクだったらそんなぶん回さないですからね普通うんね。常に全開ですからね。そうですよね。まあ全開じゃないと悪いらしいです。半開きとか悪いですから全部へえ、一応関係あよくないんですね。る。はい。へえ、逆に全開だからっていうことなんですね。新しく来た。ああ、新しい最近買ったやつ。最近うちにこちらですね。はい。新しい子。なんか新発売とかなんですか？いや違う、もともとあったん。あったんですけど、はいもともと500回僕使ってて、はい。 3台とも技能実習に取られたんで。それで。ちょっと一個大きいの買ってみようかっていう。そう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 。これはなんていう名前のものなんですか？これ661ですね。 661とかって。はいだいたい91とか92ぐらいですね。 92cc、はいでかいですよ。もう92っつったらうん。重たいですよ。重いでしょうね。はい。何キロぐらいあるんでしょうねこれ。 7.4キロ。 7.4。 7.4。でも普段使ってるやつは500回はと1キロしか変わらないです。あ、そうなんですね。はいはい。そうかそうか。こっちの方がちょっと長いもんね。 60何センチ63 63。刃渡り63センチ。はい。タッチぐらいの長さですね。ということで大ちゃんによる特別の、はい、エンジン始動でございます。はい。はい、お願いいたします。はい。ほらね。おーすごい。こんな感じですね。すごいなんか音が音でかいっすね。うんでかいですね。でかいです。音がすごい全然違う。いやー大ちゃん、いいものを見させていただきました。はい。MS661C。 MS661C。 C。すごいなんか本当機械的な名前ですけど、今度から仲良くしていかんといかんですね。はい。ありがとうございます。はい。うちはですね、スチールなんですけど、他で、おすすめの、チェーンソーとかあったら、なんかコメントかなんかいただけると嬉しいです。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。木こりの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございましありがとうございました。た。